こんばんは、ともさんたいにです。今日からですね、こちらの連載ではタイプスクリプトというですね、プログラミング言語をご紹介していきたいと思います。今ですね、タイプスクリプト結構フロントエンドの開発ではよく使われているので、聞いたことあるんじゃないかなと思いますけれども、こちら JavaScript というですね、プログラミング言語のスーパーセットとか上位互換などと言われるプログラミング言語となります。マイクロソフトが開発しているんですけれども、オープンソースという形で広く公開されているので、誰でもですね、使うことができまして、で最後ですね、このタイプスクリプトというのは JavaScript に変換ですね、これコンパイルというんですけれども、そのような作業をすることで JavaScript として使うことができますので、今ですね、フロントエンドの開発ではよく使われているよということですね。で、この連載ではこのタイプスクリプトをですね、ざっくりご紹介していきながら、どんなですね、特徴があるのかというところをご紹介できればと思いますので、ぜひですね、一緒に手を動かしながら学習してみていただければと思います。ではですね、このタイプスクリプトなどで検索をして、こちらの公式サイトにアクセスしていきましょう。で、トライタイプスクリプト Now ですね、こちらクリックしていただくとタイプスクリプトを試すことができます。で、今ですね、タイプスクリプトの学習の仕方2種類ありまして、ブラウザー内で学習するっていうこのプレイグラウンドっていう方法と、コンピューターにですね、環境を構築して学習するっていう方法があります。で、ちょっとですね、こっちだとセットアップとかがめんどくさいので、今回はですね、こちらのブラウザーで学習できるこちらを使っていきたいと思うんですけれども、ですね、やはり環境が準備できた方がいいなということであれば、こちらですね、Node.js というものをインストールしていただくと、コンピューター上に環境を作ることもできますので、こちらもですね、興味ありましたらぜひやってみてください。では、こちらのですね、In Your Browser、これをクリックしていきましょう。そうすると、このようにですね、ブラウザー上にエディターが表示されます。で、ちょっと私はですね、見やすくなるように文字サイズを拡大していきます。このぐらいにしていきましょう。さあ、ではこれでやっていきます。ここではですね、こんなプログラムを作ってみたいと思います。この後ですね、一緒に順番に作っていくんですけれども、まず完成の状態をですね、お見せしたいと思います。こちら、ランボタンをクリックしていただくと、こうですね、おいくらですかと表示されるので、ここで例えば250などと入力していきます。OK ボタンをクリックすると、右側のところにこんな風に表示されます。250円の税込み価格は275円ですということで、今250円に 10% ですかね、消費税をかけて275円という計算をしてくれるという非常に簡単なですね、プログラム、こちら作っていきたいと思います。では実際に一緒にやっていきましょう。一旦ちょっと私の方もここまでのプログラムすべて消していきます。そしたらですね、まずはこの税込み価格を求めるというものですね。例えばここでは250円の商品の税込み価格というのを求めていきたいと思うんですけれども、まずその前にこちらやってみましょう。console.log というこちらを使っていきます。今回例えば250円の商品をですね、使っていきたいんですけれども、250と書きましょう。これでランボタンをクリックしていきます。そうするとですね、こちら右側の画面に250という数字が表示されました。これ console.log というメソッドを使ったんですね。ちょっとこちら上にですね、コメントというのを書いていきます。こちら先頭にスラッシュスラッシュとつけるとこれコメントと言いまして、プログラムの内容に影響を与えないですね、文章などを書くことができるので、ここにですね、ちょっとメモを残していきたいと思うんですけれども、これ今 console.log というメソッドというものを使いました。メソッドっていうのはこういうスペルなんですけれども、直訳するとですね、方法とか方式とかそういう意味があるんですが、ここではですね、機能などと思っていただくといいかと思います。つまりタイプスクリプトの機能ですね、画面に何かを表示するよというこちらの機能を使って画面に表示したということですね。このメソッドはその次に必ずカッコが来ます。カッコの中には何か指定するんですけれども、これのことをパラメータと言います。パラメータはですね、よくゲームなんかで使われますが、調整値とかっていう意味ですね。なので、何かを調整するときにですね、上げたり下げたりするものなんですけれども、ここでいうパラメータというのは、このメソッドの動きをですね、もっとちゃんと決めるために必要な情報ということですね。例えばこの場合ですと、console.log という画面に表示するというメソッドに対して何を画面に表示するのかというのがこの時点ではわからないので、それをこちらのパラメータというもので指定しますよということになります。このパラメータなんですけれども、今250の場合は250とそのまま表示したんですが、ここにですね、例えば円と入れたいと思います。そうするとこれ今エラーズのところに2と出てきましたね。これ何かというと、プログラムがちょっと異常が起こっているんですね。こちらですね、いろんなことが書かれているんですが、この辺ですかね、数字ではないものがですね、入っているよ
みたいなことを言われています。これなぜかと言いますと、プログラムはですね、こちら数字の場合はそのまま指定できるんですけれども、文字が入ってきた場合はですね、そのままでは扱えないんですね。で、どうするかと言いますと、これは文字ですよということを表すために、このようなクオーテーション記号ですね、これを入れてあげる必要があります。こうすると、欄をクリックすると、ちゃんとですね、250円と表示されます。で、このようにですね、円とかですね、こういったものが入ったもののことを文字列などと言います。文字列ですね。文字が列になったものということですね。なので、パラメータなどに指定するとき、数字の場合はそのままで OK だし、何か文字ですね、が入ってきた文字列というものにする場合は、クオーテーション記号が必要だよということになります。さあ、まずここまで確認しておいてください。では続いてですね、この250円の税込み価格ですね、求めていきたいと思うんですけれども、こんな風にしていきましょう。アスタリスクとして 1.1 とします。これで実行していきましょう。欄をクリックします。そうすると今度は275になりましたね。これ何かと言いますと、250円に消費税 10% ですね。これを足した金額ということになります。10% を足すという計算はですね、いろんな計算の仕方あるんですが、一番簡単なのはこの 1.1 というのをかけちゃうことですね。10% なので、10割る100足す1とかすればですね、同じ結果出てくるんですが、あらかじめ計算してしまった状態ということですね。これで税込み金額を求めることができるので、あとはこの250という数字の部分ですね、ここをユーザーが自由に決められるようにすれば、このですね、計算というのを好きなですね、数字で計算できるようになるということになります。さあ、では続いてですね、こちらの金額のところですね、これをユーザーが自由に決められるようにしていきましょう。そのためにはですね、こちら今度プロンプトというメソッドを使っていきます。これはですね、ユーザーに入力させる画面をですね、表示することができるというメソッドなんですけれども、パラメータとしてはこの中に表示したいメッセージですね、これを指定していきます。なので今回はおいくらですかと入れていきましょう。これですね。先ほどご紹介した通り、こちらおいくらですかというのも文字列となりますので、両端にクオーテーション記号が必要になります。ではこれで欄をしていきましょう。そうするとおいくらですかと聞いてくれますね。例えば350とかって入力して OK ボタンをクリックすることができるんですけれども、まだ今の時点ではですね、こちら入力した値というのはそのまま捨てられてしまっているという状態です。なので今度はですね、ここに入力した内容をきちんとですね、保管しておいて、それを後から計算として使っていくという形になります。これを行うのがですね、今度は変数というものですね。あとそれの仲間に定数というのがあるんですけれども、これを使ってやっていきます。ではどうするかですが、こんな風に変えていきましょう。レッドと書いて、プライスと書きます。で、イコールとしましょう。これで出来上がりです。これでですね、欄というのを同じくクリックしてあげて、例えば350などと入力すると、まだ今の時点では計算自体は正しくないんですけれども、これでですね、今この350という数字をプライスという変数というものにですね、保管をしてくれています。変数はですね、こんな風にレッドというこちらのキーワードの後に好きな名前をつけます。変数名というものですね。変数名は英数字でつけてあげるといいかと思いますけれども、例えばここではプライスとつけました。イコールとして記憶させたい内容ですね。それをここに書いていきます。今回の場合はこのプロンプトのおいくらですかということで、ユーザーが入力した内容をこのプライスという変数の中に保管しておくということになります。そうするとですね、ここでこのプライスというのを使って計算をするよということにしてあげると 1.1 ということで正しく計算が行えるはずなんですけれども、残念ながらですね、これまたここが赤線になってしまってうまく動きません。エラーズというところを見ていくと、プライスはですね、ナンバーとかビッグイントとかじゃないとダメですよみたいなことを言われています。これ何かと言いますと、先ほどご紹介したですね、数字と文字列というものの違いなんですけれども、例えばですね、当然ながら250×1.1、こちらの計算は行えるはずですね。これでこちらには影響ないんですが、250の 1.1 は275ということなんですけれども、ここがですね、例えばあいうえおとかですね、こういった文字列、この場合はですね、これ掛け算することできませんよね。すでにエラーになっています。実際動かそうとしても、こちらも正しく動かないということですね。NaN、これ Not a Number の略称なんですけれども、数字じゃないですよということで、うまく動かなくなっています。なので、ここはですね、数字じゃないといけないわけなんですけれども、今、こちらのこのプライスという変数はですね、
数字か文字かというのがわからない状態です。っていうのは、このプロンプトというところでこれランしてですね、ここで250とかって数字をちゃんと指定してくれていればいいんですけれども、もしかしたらそうではなくて、あいうえおみたいなですね、ここに文字を入れられてしまう可能性もあります。文字を入れられちゃうと、ここでうまく計算ができなくなっちゃうんですね。こちらですね。なので今こちらタイプスクリプトはここ数字じゃないかもしれないよというエラーを出しているということになります。ではどうするかなんですけれども、こちらですね、この変数というものには型というものがあります。型というのはこういう字を書くんですけれども、今プライスというのはふわふわしているので計算がうまくいかないよと言われているので、ここではプライスというのはナンバーですよというのを宣言してあげます。そうすればですね、このプライスは数字であるということをここでですね、宣言というのをしているので、計算にちゃんと使うことができますよということで、ここから今赤線が消えましたね。ただ、今度こっちで赤線が出ています。これなぜかというと、先ほどの問題がまだ残っているんですね。このプロンプトというところから数字ではないものが入ってくるかもしれないので、このプライスをナンバーとして準備してもうまく内容が入らないかもしれないよということを言われています。ではですね、どうするかなんですが、ここでこちらにですね、型変換という作業を行っていくんですけれども、型変換ですね。どうするかと言いますと、簡単でここにですね、ナンバーという風に入れてあげます。ちなみにこの時はですね、ここが大文字になるので気をつけてください。このナンバーというのを入れていきます。これで今全部エラーが消えましたね。これで今どういう動きをするかと言いますと、こちらのプロンプトというところから入ってきたものを数字に変換をして、数字の型になっているプライスという変数に代入しますよという動きですね。この1行でかなりいろんなことをやっていますけれども、そしたらこのプライスという変数を使って計算をすることができますよねということになります。やってみましょう。欄をクリックして250と入れて OK をクリックします。そうすると一番下にこうですね、275と表示されました。ちょっと一回これクリアしちゃいましょう。さあもう一度やっていきます。欄を実行して今度は350などとしましょう。OK をクリックします。そうすると 385.00 ですね。ちょっと今誤差ですね。.00 というのが出ちゃってますけれども、385ということで350円の税込み金額というのを求めることができました。これでかなり完成に近づいてきたんですが、もうちょっとやることがあります。例えば、ここでですね、では123円にしましょうか。OK をクリックすると、ここですね、135.3 ということで、こちらもまた小数になってしまっていますね。1桁目のところに数字があるとですね、10% かけるとどうしても端数が出てしまいます。値段でこの小数が出てしまうのはちょっと不自然な感じがするので、ここではこれをですね、四捨五入してですね、整数に戻してしまいたいと思います。その場合どうするかですが、ここではここにですね、また仕込んでいきます。四捨五入はマスドットラウンドというですね、こちらのメソッドで使うことができます。マスの先頭も大文字なので気をつけてください。ではこれでランしましょう。同じく135円ですね。これで見ていきましょう。OK すると、これですね、149円ということで、きちんとですね、小数の部分が丸まって整数に戻されたということになります。もう一つなんですけれども、ここですね、今 1.1 という数字を掛け算しているんですけれども、これ一見するとですね、何をかけているのかがちょっとわからないかもしれません。今の時点だと消費税だなというのがわかるんですけれども、例えば他のですね、プログラマーさんが見た時とかですとか、何ヶ月か経ってからこのプログラムを見た時に、これ何の数字だっけなというのがわかんなくなっちゃうかもしれません。プログラムを作る時には、このようにですね、計算式の中に直接数字が出てくるというのはあんまり実は多くないんですね。ちゃんとですね、先ほどご紹介したこの変数とかですね、あとこの後紹介する定数とかというものにしてあげた方が、プログラムも見やすくなりますし、その変更とかがしやすくなるんですね。いわゆる保守性がいいなどとなります。なので今回のこの消費税に関してもですね、ここに直接数字を指定しないで定数というものにしていきましょう。どうするかと言いますと、まずこっちで定数を宣言していきます。コンストと言いまして、タックスですね。これも型を宣言しておきましょう。ナンバーとします。ここに 1.1 と代入していきましょう。これでタックスというですね、今回定数というものに、これが数字の型ですね。1.1 という数字を代入したので、これをこの計算式で使うことができますよということですね。こうすると非常にわかりやすいですよね。プライス×タックスということですので、値段にタックス、税金をかけているんだなということが非常にですね、わかりやすくなります。これ、ランして実行すると全く同じ動きをします。定数と変数はですね、この最初のキーワードが違うだけですね。コンストというのが定数で、レッドというのが変数になります。変数と定数は何が違うのかと言いますと、これですね、変数は後からこのように別の値に書き換えちゃうことができるんですね。こ
これで動かすと、例えばここに250とか入力してもですね、今回1000で上書きしているので、1000の税込み価格である1100円が出てきます。これが変数ではできるんですけれども、定数ではこれができません。タックスに例えば 1.2 とかを代入しようとすると、これすでに赤線が出ていますね。これはこのですね、タックスというのがコンスタント、これが定数という意味なんですけれども、定数なのでタックスには値を入れられないよということを言われています。なので、この上書き禁止がコンストですね、定数というもので、上書き可能がレッド、変数というものですね。これうまく使い分けていただくといいかと思います。とですね、実はここで型の宣言というのを行っているんですが、これですね、省略することができます。これですね、型推論というんですけれども、タイプスクリプトはですね、この定数なんかの場合は、最初に代入された値、これが何かによって、この型というのが自動的に決まってくるんですね。なので、今回の場合、ここ数字を入れているので、タックスはですね、ナンバー型だなというのが推測できるので、この型推論という機能でナンバーは自動的に決まってくるということで、ここは省略することができます。これでだいぶ仕上がってきましたが、最後にですね、ではここに前と同様で円というですね、こちらの文字列入れていきたいと思うんですけれども、これ前にもご紹介した通り、今の状態では動きません。これですね、エラーが出てしまいます。ただですね、ちょっとここで気をつけていただきたいのが、じゃあですね、前と一緒でここにこのようにクォーテーション記号を入れればいいじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、これまたうまく動かないんですね。ランすると、例えば250などと入れると、こうですね、そのまま計算式が表示されてしまっています。ちょっと一回クリアしましょう。これなぜかと言いますと、先ほどですね、ご紹介した通り、このクォーテーション記号というのを入れてしまうと、これ全体が文字列というものになってしまうんですね。計算式というのは文字列ではなくて、数字と同じような扱いにしないといけないので、つまりここクォーテーション記号を入れちゃダメなんですね。クォーテーション記号を入れなきゃいけないのは、こちらの円というですね、この文字列だけになります。なので、こうするのが正解なんですけれども、これもまだうまく動きません。数字と文字列が隣り合ってしまっているので、これだとうまく処理ができないんですね。じゃあどうするかですが、ここで使われるのがこちらのプラスという記号です。これがですね、文字列連結というんですけれども、文字列連結ですね。文字列と数字をですね、一緒に扱いたいときにこのプラスという記号を使ってあげると、これで繋いであげることができます。そうするとこれですね、ランとクリックすると250ですね、275円というふうに表示されます。そしたらですね、これをうまく使ってあげると、もっと長いメッセージ作ることができます。例えば、プライスですね。プラスとして、円の税込み価格はとしましょう。プラスとしてあげます。そうするとちょっと長いですが、どういう文字列が出来上がっているかわかるでしょうか。欄をして250とすると、こうですね、250円の税込み価格は275円ということで、数字、文字列、数字、文字列というのをですね、順番につないでいます。プライス、ここに元々入力した価格が入ってきますね。円の税込み価格は、これが文字列でそのまま表示されます。マスドットラウンドのプライス×タックスということで計算式を行って最後に円をつなぐよということでこのような文字列を作ることができました。いかがでしょうか。このですねたった3行のプログラムなんですけれどもこの中にもいろいろなですね知識が入っています。メソッドですとかパラメータ文字列変数とか定数とかですね型や型変換あとは型推論というのもありましたね。そして文字列連結ですねこういった知識必要になってくるのでちょっとですねじっくり勉強してみていただければと思います。今回はですねかなり駆け足で YouTube なのでご紹介したんですけれども私がですねやっている Udemy の講座ですねこちらではこの一つ一つをですね細かくご紹介をしています。なのでもしですねじっくりとタイプスクリプトを学習したいなということでしたらぜひですねその Udemy の講座ですね概要欄にありますのでそちらもちょっとチェックしてみていただければと思います。次回もですねまたタイプスクリプトでちょっと違ったプログラム作っていきたいと思いますのでもしご興味ありましたらぜひチャンネル登録していただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。